プライドのせいで、和樹さんは結婚生活を失って、でもある日、離婚が決まった日ですけど、彼は神様に自分のことをさらけ出して、でその瞬間、30年間ぐらい苦しんでいたうつ病が一気に神様に癒されたと気づきました。で、この体験はどのように和樹さんをイエス様との本物の関係に導いたのかを聞いてみましょう。はい、私はクリスチャンになる前は、クリスチャンホームで育ったんですけど、かなりわがままでしたね。人の会話にはついていけず、やっぱりその人と人との関係というのがなかなか理解できなかったことがあって、で親がすごくできる、特に父親がすごくできる人だったので、いろいろといろんな人と競争し合って、それが勉強であり音楽であり、いろいろと、何でも一番になろうとする姿勢が、それは悪いことではなかったんですけど、最終的には人を蹴落とすということをためらわず、もう本当にガンガン上を狙ってましたから。でもやっぱり神様はそういうことは喜ばれないので、いろんなことを試しましたが、最終的には全部失敗に終わりました。そういうことを繰り返して、中学高校大学いろいろと信仰的にも、今度はスーパークリスチャンみたいになろうかと思って信仰的に頑張っていても、残念ながらそれもまた恵まれず、それも失敗に終わりましたね。最終的に結婚も子育てもまた同じような姿勢で、もうこれならもう最後のチャンスで、もう最高の父親、最高の主人になろうと頑張りましたけど、やっぱりその自分の中のプライドがあまりにも強かったので、神様がそれを取り除くまでは本当にもう自己満足のためにしか生きてなかったような人間でした。私がクリスチャンになったのは5歳の頃だったのですけど、本当に信仰告白だけで、信仰的には全く成長しなかったんですね。本当にそれが中学高校大学、なんとかもっと真剣なクリスチャンになろうとは心がけたんですけど、中のプライドがちょっと強すぎて、神様に委ねる、神様に自分の人生を任せるということが全くできなかったので、本当にもう離婚が決まって父の日だったんですけど、もうそれ以上はあんたと一緒にいられないって言われる電話をいただくまで、もうその時いただいた時にもう本当人生どん底の一番下に落っこちたっていう感じで、その後にお姉さんにクリスチャンリトリートに連れられて、そこで神様と静かなところで神様と対面で会って、自分のことをさらけ出して、でそれを繰り返すことによって、自分がもう30年間苦しんでたうつ病も一気に晴れて、そこから徐々に信仰が育んでいったっていうことになったんですけど、でその後しばらく教会から離れて、でオリゴンの教会に招かれて、そこで初めて奉仕をしたりで、やっぱり教会なしでは成長できなかったんですね。ですから本当にそこから信仰が始まったと思います。やっぱり皆さんに神様を知ってもらうっていうことは、その自分を知ることに不可欠なんですね。神様を知らない限り、自分のことも自分の心のこともやっぱりイエス様を通してそれが理解できて、それが理解できれば他人とのことも理解できると思うんですね。ですからクリスチャンになるっていうことは、何も完璧な人間になるわけではなく、自分のありのままということがどういうことなのかで、それを 100% 受け止めてくれる神様がいるので、それがもう一番の幸せだと思うんですね。どんなに失敗しても、どんなに人生がうまくいかなくても、最終的には神様にはそういうことは関係なく、自分は神の子なんだ、神様はあなたのことをそこまで、もうどんなに失敗しても構わずあなたのことを追いかけてくるような神様だから、だからこそイエス様のこと、イエス様の愛のことを皆さんに知ってほしいと思っています。はい、ありがとうございました。
和樹さんとの、同じような経験が、持つ方がいますか？ぜひコメント欄に教えてください。そしてもしあなたはイエス様のことを知らないんでしたら、ぜひこちらのクリスチャンの説明動画を見ていただくと幸いです。で、動画はこの動画の最後の方に表示されますが、一応リンクを、詳細なところに貼ってありますのでご参照ください。最後に、もしこういうコンテンツに興味がある方、私たちの、チャンネル登録、LIKE、コメントを通して応援してくれたら嬉しいです。Thank you for watching.